面白かったですか、試合的には。面白かった。ヒヤヒヤした。申し訳ない。よくでも締め落としましたね。肩固め。あれなくてもでも判定では勝ってました。あ、本当ですか。でも決めないと。そこが主役です。そうっすよ。ちょっとごめんなさいね。どうでした、試合的に盛り上がってました。すごい盛り上がってます。今日オンラインも出てるから静かにした方がいいよ。なんかテープレコーダー聞いてるみたいで。ですよね。入れちゃってるみんな。決勝に来たよって有言実行したよってここからですね。スタミナは全然大丈夫です。スタミナは大丈夫です。石渡慎太郎、泥臭くてもとにかくここまで這い上がってきました石渡慎太郎。この時考えてることは頑張ろうっていう、もうなんか3日で3試合もやったんで、まあいい意味で力が抜けてました。はい。堀内ジョージ、想像を絶する日本人、宣言通りこの決勝までやってまいりました。緊張しなかったですね。全然しないです。本当にいつでも。もうピョン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 して全然考えてないですね。決して順風満帆ではなかったトーナメントです。堀口でさえ平坦な道ではなかった。でもこの場所で山のてっぺんで出会うべくして出会った2人です。なおこの試合は来週 MMA トップブルーで行われます。いや来たよっつったんですよ今本当に来たよっつって。向こうは何つってました。何も言ってなかったです。ペンペンってやられました。まあそっかと思って、まあ、戦うんだもんなと思って。2013年6月金網の戦いで戦った2人、あれから4年です。その後堀口はアメリカの UFC へ、一方の石渡は日本にとどまって戦い続けました。さあ拳を合わせます。決着戦だ。さあ2017年この2人が最後締めくくることになります。足を踏み替えます。低いキックを放っていく堀口。もう大体この時で見合ってて、あ、前とスタイル変わってないなってもう思ったんですよ。この距離だと堀口選手だけが踏み込める距離なんで、もう少し近いと僕の距離かなっていう。はい、スピードは堀口選手の方がちょっと若干あるかなと思いますけど、はい、ただこれもう石渡選手の佇まいっていうか、もう覚悟っていうか表情が見て取れますよね。侍みたいですね。大きく放っていきます堀口。4年前のこの両者は実は激闘、藤井めぐみさん解説してらして、両者とも勝利ですねっておっしゃってました。そうですね、もうあの時はもうスタンディングオベーションでしたね。もう右のフックをすごい狙ってたんで、フェイント出した時とか、あ、ちょっとストレートとか入るだろうなと思って、はい、もうこの時点でも思ってました。でいつ合わせようかなっていう、そこの距離ですね。この距離を今みたいに作っていくシーンがあれば、まあ、チャンスはあるなっていう。右を思い切って振ってき
トまで。右のストレート当たらない。お互いよく見えてるね。左を入れた。さあこれ倒しきれるかどうか。見えたね。そしてバスター倒しながら左を取ろうという左足はガードを越えています堀口。今の少し効かしたっていうあれがあったんですよね。これでもっと左もなんかこれでちょっと効いたかなっていうのがあったんですけど、この処理も素晴らしいですよね。やっぱり足下ろせなかったし、僕あんまり片足でああいう風に持ち上げられて転ばされることはあんまないんですけど。あ、全然入ってないです。入ってない。かわしてます。はい。ほら。全然。この膝がもろここの溝とかに当たっちゃうと効いちゃうんで、こことかだと全然効かないんですよ。イメージしては打撃だけだったんですけど、今前回の試合も含めてしっかりテイクダウンと勝負できるので、寝技はもう全然もう向こうで練習やってるんで問題なかったです。さあサイド取りましたか。まだか、まだ膝残ってる。まだ残ってます。まだ残ってね。右で差し込んでます。うまかったですね堀口選あ、今度は逆にマウントを探りに行くところ、バックマウント取れるか。多分プレッシャーが強くてこのままじゃ返せないと思ったから帰ったんです。さあまだ時間は20秒あります。このパウンドは脳みそ直接殴られてるみたいな。頭外出た時に殴られた何発かで飛んで、これで多分飛んでますね。体が力抜けてる。で殴られて起こされたんです。飛んで起こされてを繰り返されてるんで、パンチで最後反撃したのもセコンドが立て立てって言ってたから。ここでちゃんと起き上がってくる。いや、みんなそう言うじゃないですか。自分はもう予想してました。ここで石渡さんは立ってくるな、もしかしたらレフェリーが止めてくれるかなと思ったんですけど、石渡さんの前1回試合してるじゃないですか。そんな打たれ弱くないって分かってたんで、だからもう全然予想通りだった。はい。この辺は多分怒ってんだと思います。ラウンド感っていうのは覚えてました？覚えてます。もう飛ばされちゃって次もらったら立ってられないからもう行くよって言ったんですよ。たら行けって言われたんで、もうそうだなって、もうやらないと待ってて殺されるだけだなと思ったんで、だったらせめてチャンスと思ったんですけど。さあ第2ラウンドが始まりました。堀口選手のグラップリング力ですか、寝技のタックルの力、すごいですね。手渡選手やっぱり出ていけますね。右からのパンチが速い。もらいました。お互い満身創痍だけどね、すごい試合しましたね。やっぱりカウンターでやってましたね。右に合わせて自分から言いながらもカウンターにやってカウンターで左出た時に狙ってる。そうです。で向こうバンバン来てくれたんで、あ、これ入るな。もうやらないと待ってて殺されるだけだなと思った。だったらせめてチャンスと思ったんですけど、堀口選手が少し嫌がってるように見えたんで、調子に乗って追っかけたんですよ。見えてました？いや、見えてないですね。僕は見てなくて堀口選手は見てる。
追撃早かったじゃないですか。また立ってくるなと思ったんで石渡さんで、しっかりここで沈めとかないと。いや考えない日はないですよね。もうあそこでああしてればこうしてれば。万端流天下統一を果たしました。しかもこの石渡を返り討ちにして、さあそしてその腰にリミット 61kg ライジン万端級王者の私ベルトが分かれました。うちの課は一体いつからこんなことになってしまったのか。あ、かわいい。じゃあおはぎこっち向いて。君いつまでやってるんだ。そろそろ仕事したまえ。ちょっと待ってください。なかなか角度が決まらなくて。角度がじゃないんだよ。こっち向いて。てか犬連れてきちゃダメなんだよ。犬じゃなくておはぎなんですけど。犬じゃないか。おはぎやんな。でこれめちゃめちゃうちの娘可愛いやろ。ほんま癒されん。ゆうちゃんもええやろ。ここまで正面から奥さんの自慢できる日本人なかなかいませんよ。ゆうちゃん今度ナイトプール行かへん。家族自慢からのナンパ、メンタル強すぎるな。食うなあ、君は食うなあ。食うかパソコンがどっちかにしなさい。食うのかよ。こちらでいいでしょうか。え、鉄板で自分鍛えてるんで。仕事してくれ。いい笑顔だ。ああまずい、このままではまずい。引き締めなくては。というわけでこの AK レーシングの CM 制作を何としても我が営業傘下で勝ち取りたい。他の部署と差をつける意味でも何が何でも勝ち取りたい。クライアントを納得させる何かいいアイデア誰かあるか。はい、やはり実際に座ってみると疲労の軽減と集中力の持続を感じます。ここを前面に押し出すのはいかがでしょうか。なるほど、急にまともだ。いいね。他にはやはりこの内部メタルフレームが再設計されたことによりよりゆったりとした座り心地になったことを取り上げるべきだと思います。おいいよ。私はむしろアームレストの位置を自由に変えることができることにより自分の快適なポジションに作れることに注目するべきだと思うんですよね。確かにお前らやればできるじゃないか。他には僕はフルフラットになるリクライニングシステムも見逃せません。オフィスでのリラックスには欠かせませんからね。そうだ、いいぞお前ら。もっとくれよ。この椅子おはぎにぴったりだと思うんです。いつもベッドがここにいるんです。また犬の話したな。だったら俺も六本木にもんちゃん二度ですごいよって言われてます。どうした、六本木の話なんかしないぞ。私はむしろ肌は綺麗って言われます。椅子はどこ行った。床が傷つきにくいキャスターで転がる時の騒音がほとんどないのもメリットだと思います。いや真面目だな。真面目だ。そのまままっすぐ育ってほしい。でもここだけの話、これに座ってからすごい三日月蹴りのキレが良くなったんですよ。理由を教えてくれよ。いやそれは違いますよ。だら三日月蹴りより後ろ蹴りの角度が絶妙に良くなったと思うんですよ。蹴りの種類を指摘してるんじゃないんだよ。いやむしろ肌の張りが一番実感できます。お前そればっかりだな。肌は間違いなく関係ない。やはり耐久性に優れた上質な素材感も見逃せません。可愛い。俺はお前が一番可愛い。見て、おはぎが眠いって言ってる。やっぱりこの椅子がいいみたいです。ほら俺体めっちゃ柔らかくなったんですよ。家でやりなさい。むしろ唇のボリュームがやばくなったんですよね。肌じゃないのか。唇は知らない。見てください、こんなことができるようになりました。もうなんて言っていいのか。あ、私のローも見てください。俺の飛び膝蹴りも高さやばくないですか。むしろこのオーバーハンドやばくないですか。こんなこともできます。何してんだもう君たちでやめなさい。いかがでしょう。全然 AK レーシング関係ないじゃないか。ほんと勉強し直してこい。出てけ。究極の椅子論争に終止符。思考の一体感と快適性、世界が認めた AK レーシング。今あなたの仕事と暮らしを変える。すいません、新しいお茶が入りました。また鉄板。しかもでかい。帰りなさい。 AK レーシング。見事頂点に立ちました。どんなお気持ちですか。そうですね、やっと世界のベルト取れたかなと、思ってるんですけど、まだまだこれから、これからがスタートだと思ってるんで、これからもっともっとライジン盛り上げてもっともっと強くなっていくんで、これからもライジン見に来てください。まだ日本の格闘技これから盛り上げていくんで、ぜひ来てください。お願いします。
上がると大丈夫。一緒に行こうか。今日僕1試合やったんですか？やった。誰と？大塚。ああ、もう何にも覚えてない。大丈夫。時間経てば思い出すもん大丈夫。いや、そういうこと。KO されたんですか？また。そう。堀口。堀口と戦ったんですか？堀口と戦った。覚えてんじゃん。だんだん思い出してよかったよかった。堀口に KO されたんだ。堀口に KO された。決勝で？決勝で。何の決勝？ライジンのバンタム級のトーナメント。終わった後はここはどこだから始まってでライジンってなんだから始まっていやお前今日堀口君と試合したんだよって言われてそれは4年前の話だろっつって何言ってんだっつってその翌日にもうほとんど思い出して負けた瞬間だけがずっとこう脳裏にずっとこうマウントで殴られてるところとかやられてるシーンだけずっとフラッシュバックするようにずっとこう出てきてたんで、まあ、悔しさだけがずっとあるっていう一番やっちゃいけないと思ってたのが彼の近くで戦うことだって思ってたんで、まあ、最後は自分から中入っていっちゃってるんでとはいえそのほんの少しのミスだと思うんですけどそれって普通の選手だったら少しミスしてもスルーされるし許されることなんですけど、まあ、そこはやっぱ超一流だと思うんで許してもらえなかったっていう、はい、ベルトを抱えてドクターへ。いやーやっとベルト取れたなと。危ないですよ。50点60点ですね。なんか満足はいってないです。まだまだもっともっと盛り上げないとあるんでほぼ100点に近いと思う。堀口選手、ちなみにこう空手の時から含めてここまでこう100点って言っていただけることって今までありましたか？いや一回もないですいつももう30点ぐらいって言われてましたね、はい。いずれはナショナルチームに入って日本代表として戦うっていうパターンだったんでこいつもそれに乗せようかなと思ったんだけど外れてったね。一流の空手があって例えばステップだったり寸止めなんだけどなるべく寸止めをしない当たった瞬間引く感じあと下半身のステップそれをいかに残しながら今アメリカで学んでいることを生かすかっていう流れだったんだけれどもまずそれが完璧。要はアメリカは無駄にしてないなという。なんでライジンなんで日本帰ってくるのみたいなノリでしたけど誰にも言わん相談しないで言ったんで反対はしたよね。ジョンソンやぶらんかいってね。試合終わってで実家戻って自分の空手の先生が今ちょっとがんで弱ってるんですけど闘病してるんですけどそこで全然泣かない先生が俺の誇りだって言って泣いたんですよ。だから帰ってきてよかったなと思ってます。見せられたねいや見せられたね本当にありがたいよね。やっぱり医療治療は続くから案外大変なんだよね。笑ってごまかそうとはしてるんだけどなかなか。一番最終的に決めたのは USC 離れるのを決めたのはその先生のこともあるし近くで見せたいっていうのもあるしやっぱ応援団とかにも見せたいっていうのもありましたね。アメリカは好きではないです。アメリカに行きたいと思って行ったんじゃなくてその技術を求めるためにしょうがない行くしかないって決めたんです。いつから行くんですかまた15、月曜日早っ。5月だと思うんでもうしっかり作んないとってずっと行ってるってことですか3、4ヶ月。そうですよ。ちょっとこっちでそういうのはダメなんですよ。そういうのはダメなんです。そんな甘えてたら他にも人生楽しいこといっぱいありますよね。ありますよありますけど自分はこれにかけてるで応援してくれる人もいるんでその期待に応えたいし格闘技っていうものをもっとこう広めたいんで
そのために自分は帰ってきたんで、またプライド時代じゃないけど盛り上げるために